はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回は以前レビューしたフライディジダイアルフ4ですね。こちらのね、お話をしていきたいと思います。私は前回レビューした時にですね、十字キーと遅延ですね、特にスティックの遅延に問題があるよっていうね、そんな話をレビューではしていました。その問題点2点についてですね、フライディジの国内代理店サイズさんとちょっとやり取りをしまして、十字キーについては個体差ではないかと。またね、スティックの遅延については国際版ですね、国内流通するときには改善されていますよということでですね、私が持っていたダイオルフ4はね、中国向けの初期ロットのね、ものだったんですが、今回ですね、そちらをね、国際版のものに交換していただきました。はい、ここにね、しっかり技的マークがあるようにですね、こちら国際版にね、新しくなってます。そこでね、こちらをね、検証していきたいと思います。でね、確かにね、スティックの遅延改善されていたり、十字キーの問題ですね、特にこう、下側に入力して、そこから真横に持っていくっていうね、こう、波動コマンドみたいなのを入力するときにですね、斜め下から真横に入らないっていうね、下側への入力が残ってしまうっていう、そういうね、問題があったんですけど、それはね、もうバッチリ改善されてます。またね、スティック遅延の方、計測上ね、完全に良くはなっていました。ただね、実際の Apex のプレイで私はどうしてもこのスティックね、ちょっと好きになれなかったところっていうのはあったんですが、数字上かなり改善されているのでですね、そのあたりっていうのをちょっと検証してきましたので、今回はね、ちょっと簡単な動画にはなりますが、ぜひご覧ください。そしたら、行ってみましょう。はい。で、まず最初にこのダイヤル4にあった問題っていうのがですね、スティックの遅延の大きさでした。PC 有線接続時でも平均 19.11 ミリセカンドっていうことでですね、最小でも17、最大23っていうね、かなり大きめの遅延がありました。これぐらいの遅延になってくるとですね、結構、特に、例えばR5 なんかのね、近距離線での切り返しなんかの遅さっていうのが気になってきます。実際体感できる遅さっていうところになってくるんですね。私が感じ取れる遅延の大きさってだいたい10ミリセカンド超えてくるとちょっとずつ感じ取れ出してですね、15ミリセカンドぐらいあるとだいたいわかるかなみたいな感じなんですけど、さすがに23とかあるとね、結構簡単に分かってしまうような遅延になってました。これだとちょっと FPS ゲームで使うの難しいなっていうところがあったんですが、これがね、大きく改善されてます。はい。それがこちらの計測結果ですね。国際版の最新バージョンですね。ファームウェアバージョン 7.2.3.8 かな。はい、そうですね。ファームウェアバージョン 7.2.3.8 っていうものですね。で、こちら国際版になってます。そして、遅延の値っていうのが、スティックで平均 10.19 ミリセカンドですね。最大でも 12.78 ミリセカンドっていうことで、もちろんね、ボタンとかのね、遅延は変わってなくて、注目したいのはね、無線ドングル接続での遅延が非常に少ないというところですね。この緑と紫っていうのがボタンの遅延で、有線、無線ですね。で、この黄色と赤が、スティックの遅延。で、赤が有線ケーブル接続で、黄色がなんと無線ドングル接続なんですよね。スティックに至っては無線ドングル接続の方が早かったみたいな、そんな現象もあったりはしたんですけど、これは遅延計測の誤差かなっていう気もするんですけど、このぐらいですね、1ミリセカンドあるかな。1ミリセカンドぐらいの差ってことで、こういうね、非常に無線ドングル接続が速いコントローラーっていうのも特徴でした。なんで、FPS ゲーム使っていくなら、基本は有線がいいかなとは思うんですけど、全然無線ドングル接続でも、FPS ゲームとか対人戦系のゲームを遊んでいけるコントローラーになっていますよということですね。なぜね、こんな風に、遅延が変わったかっていうところをね、サイズさんにちょっと聞いてみたんですけど、どうも内部のね、チップのバージョンが変わったとかいう話で、初期ロットからね、バージョンアップがハードウェア的にされているようです。なので、新しいロットの中国国内版かですね、国際版っていうのを入手すればですね、ダイオル4はこちらのね、早い遅延で、使えるっていうことになってます。そのあたりですね、実際 R5 をやってみてですね、どれぐらい強いかっていうのを検証してきましたので、そちらの様子も見ていただきたいと思います。はい、実際に R5 リローデットでですね、ダイヤル4を使い倒してみました。
どうしてもですね、なんか切り返し遅れみたいなものが残ってしまうので、いろんな感度をね、試してみたりとかしてですね、設定も普段8ビットっていうステップ精度で使ってたりするんですけど、それを10ビットっていうね、このコントローラーで最大の設定にしてみたりとかですね、いろいろ試してみたんですけど、どうもですね、思い通りのエイムっていうのがね、そこまで得られないかなっていうところでね、ガチガチの対人ゲームでね、スティックを使い倒すような、特に FPS ゲームですね、にはね、そこまでめちゃくちゃ向いてるとは言い切れないかもしれないです。で、ここからランクの模様なんですけど、ほぼほぼいいクリップっていうのはね、取れてないですね。で、これなんでかね、さっぱりわからないんですよね。遅延の方はね、計測した感じそこまで問題ないんですけど、今のシーンとか、ワンマガはちょっと厳しくてももうちょっと当てられてもいいんじゃないかなっていうようなシーンだったりもするんですけどね、なかなか当てられないっていうことが続いてですね、難しいなっていうふうには感じたところです。個人的にはね、ちょっとバツライトの方がですね、エイムに関してはね、スティック部分っていうところだけに関してはいいかなっていうふうには思っているところなんですけど、それ以外の部分ではね、すごくいいコントローラーなのは間違いないかなっていうところですね。で、この原因がね、2パターン考えられるかなって思うんですけど、遅延の値っていうのは実際改善されているけど、他のところにね、問題があって、スティックのね、良さっていうところがいまいちで切れてないのかなっていうのと、あとは遅延の値っていうのが実態としては改善されていなくてですね、計測方法がね、ある一定の計測方法で計測してるんで、その時だけ値がよく見えてるだけみたいなね、そういうパターンもあり得るかなと思います。どっちにせよ私はこのスティックに関してはちょっとね、遅延が大きいような感じの、操作感っていうかね、そんな感じがするっていうところで、全く敵が動いてない時に当てられるけど、動いた途端にね、当てづらくなるっていう、そういう特性があるかなというふうに感じました。はい。で、もう一点ですね、問題があったっていうのは十字キーなんですよね。この十字キーなんですけど、斜めからですね、横にね、入力するときにですね、下側の入力が残ってしまって、なかなかね、斜め下入力が、解除されないっていうんですかね、真横にね、入力が入らないっていう、そういう現象が以前のダイヤウルフ4ですね、にはありました。これはですね、どうやら個体差が原因だったっていう風にね、回答をもらってます。なので、こちらね、ロットの問題っていうよりかは個体差でね、十字キーが入りづらかったっていう、そういう初期不良ですかね。なのでね、私が単純に外れ個体を引いてしまったっていうことでね、ちゃんと動く個体の十字キー、本当に素晴らしいです。このあたりの細かな改善っていうのは本当にフライディージは素晴らしいなというふうに思いますね。こちらもね、検証するためにストリートファイター6やってみたので、そちらね、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、スト6やっていきます。以前は十字キーのね、斜め下入力から右っていうところがうまく斜め下から右っていうね、ここがうまくいかなかったんですけど、パッと触った感じ、だいぶ良くなってるっぽいですね。なかなか下ボタンが離れづらいっていうね、現象があったんですけど、私はダイヤル4に関してはね、格ゲー向きじゃないって言ってたんですけど、こちらに関してはね、かなり格ゲー向きなんじゃないかと思います。ちょっと確かめるためにコンボ練習やっていきたいと思います。はい、コンボ練習やってみました。すごくこれはいいですね。格ゲーには相当良くなってると思います。全くもって十字キー問題なく斜め入ります。
あとは、フェイスボタンのね、ストロークっていうところだけはね、若干ちょっと長めではあるんですけど、メンブレンのボタンということでね、めちゃくちゃ連打しやすいってほどではないんですけど、十分、しやすいです。ちょっとボタンのね、サイズ感ちっちゃめっていうところもあるんで、このあたりがね、気になる方いらっしゃるかもしれないんですけど、別にね、格ゲー専用でやるっていうなら、ファイティングコマンドオクターとかね、あのあたりがありますから、そちらでね、がっつりと格ゲー専用に使っていただいて、このコントローラーに関しては他のジャンルのゲームを使いながら格ゲーにも使うよなんていう用途にはね、完璧な格ゲー向きのコントローラーになったと思います。はい、以上ですね。フライディジのダイヤル4国際版についてですね、お話をしてきました。スティックの遅延に関しては中国向けのね、次のロットから改善されるみたいな話があったので、新しいロットではね、改善されているかもしれないのと、あと国際版ではバッチリね、改善されているっていうことで、そこはね、すごくいい、改善だったかなっていうふうにはね、思います。またね、十字キーに関しては個体差っていうところで、格ゲーとか使ってみてどうしても右下にね、残ってしまって波動拳コマンドが、なぜか入らないよ、みたいな感じに、感じられた方はね、交換っていうのも検討されてみるといいのかなっていうところですね。で、どうしても Apex Legends で使ってみるとうまくいかなかったっていうところはね、本当に不思議なところなんですが、現状のね、このスティックチェーンの検証方法っていうのがですね、倒し始めてから、一番端っこまでですね、PC でね、端っこって検知されるところまでの遅延っていうのを測っているっていうところでですね、それ以外の部分ですね、例えばこの中間あたりの細かな遅延とかですね、細かなスティックの操作の遅延とかですね、そういったところは測れていないっていうところもあるのでですね、そのあたりの遅延に問題があるっていう可能性もありますし、どうしても私はね、Apex Legends で使うっていう用途に限って言えばですね、こちらのね、Dialf4よりかはね、ノバツライトとかですね、同じ価格帯のコントローラーでももう少しね、いいものあるかなっていう感じはしました。ただそれ以外の用途ですね、FPS ゲーム以外で使っていくっていう方にはね、本当に素晴らしいコントローラーっていうのはね、確かだなっていうふうには思いましたね。スティックテンション調整機能がついていたりするっていうところからある程度 FPS で使えるコントローラーにしたいっていうような感じなのかもしれないんですけど、ちょっとね、完璧にそこにお勧めできるかっていうとですね、ちょっと難しいかなっていうのがね、本当に正直な感想です。ちょっとね、正規代理店サイさんにはね、交換対応とかもしていただいてですね、非常に助かったところではあるんですが、率直な感想としてそういうところがありましたということでね、もしね、伝わることがあるのであればですね、フライディジさんね、ちょっとこのあたりですね、もう少し深掘りしてね、研究していただいて改善つなげていっていただけたらすごくね、コントローラーマニアとして嬉しいなと思うところですね。このぐらいの価格で本当にもう間違いなく FPS で使えて、しかもこういうね、マイクロスイッチトリガーストップがついていたり、背面ボタンついていたり、スティックテンション調整機能がついていたりっていう、こういうコントローラーを心待ちにしていますので、ぜひね、そこはね、頑張ってほしいなっていうふうに強く思っているような感じですね。はい、以上ですね。今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。